今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。夜の静寂の中で、恐怖とともに安らかな眠りへと導きます。この動画は、ホラー、オリジナルストーリーを5話お届けします。ホラージャンルでお好みがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。森の奥の影。夜勤を終え、森の隣にある田舎道を車で走っていた。仕事の疲れで目が重くなり、早く家に帰りたいと考えながら運転していると、前方に人影が見えた。青白い顔に黒い瞳、不気味な笑みを浮かべた女性が道端に立っていた。急ブレーキをかけたが、彼女は跡形もなく消えてしまった。なんだ、今の。驚きと恐怖で胸が高鳴る。急いで家に帰り、娘にそのことを話すと、彼女はすぐにドライブレコーダーを確認しようと言い出した。本当に見たの？娘の言葉に少し自信を失いかけるが、見たことは確かだ。車に戻り、ドライブレコーダーの映像を再生する。目を凝らしてみると、確かにその時間帯に何かが映っている。しかし、よく見ると女性の姿は映っておらず、ただの空っぽの道が映っているだけだった。信じてくれ。確かに見たんだ。自分でも何が起きたのかわからず、混乱する。娘も何かを感じ取ったのか、真剣な表情で画面を見つめていた。じゃあ、もう一度行ってみよう。娘の提案に少し戸惑ったが、真相を確かめるために同意した。再び車を走らせ、あの場所へ向かうことにした。車のヘッドライトが闇を切り裂き、森の中の道を進む。心臓がドキドキと高鳴り、冷や汗が背中を伝う。再びあの場所に近づくと、不気味な気配が漂ってきた。静寂の中、車のエンジン音だけが響く。ここだ。車を止め、娘と共に外に出る。辺りを見回すが、何もない。ただの静かな夜の森だ。本当に見たの？もしかしたら、疲れてたんじゃない？娘の言葉に少し気まずく感じたが、自分の目を信じたかった。いや、確かに見たんだ。その瞬間、森の奥から冷たい風が吹き抜け、鳥肌が立った。帰ろう。何かおかしい。娘の言葉に同意し、車に戻ることにした。しかし、あの不気味な女性の姿が頭から離れない。家に帰る途中、何度も振り返ったが、何も見えなかった。家に帰ると、娘がドライブレコーダーの映像を再確認することを提案した。再び映像を見直すが、やはり何も映っていない。娘と一緒に車の中で考え込んでいると、ふと気づいた。もしかして、映っていたのはルームミラーに映った姿だったんじゃないか。その考えが頭をよぎ、再び恐怖が胸を締め付けた。ルームミラーに映る影が、現実のものではなく、何か異世界の存在であることを示唆しているかのようだった。家に戻り、娘と共にその夜の出来事を思い返す。恐怖と謎が家族に大きな影を落とした。私たちはその影を追い払うため、真実を探し求める決意をした。翌日、娘の提案で私は再びあの場所に向かうことになった。夢の中で見た場所が現実に存在するのか確かめるためだ。森の中の田舎道を進み、目的地に近づくと、冷たい風が顔を撫でた。ここだと思う。
娘はそう言って指をさした。そこには洞窟の入り口が隠れるようにして存在していた。車を降り、慎重に洞窟の中へと進んでいった。洞窟の中は薄暗く、湿った空気が漂っていた。懐中電灯の光を頼りに進むと、地面に散らばる古い遺留品が目に入った。紙切れや古い写真が埃まみれになっていた。これは、娘が手に取った写真には、失踪した女性が写っていた。彼女の目は悲しげで、どこか訴えかけるような表情をしていた。さらに奥へ進むと、壁に不気味な痕跡が見えた。手形や爪痕が深く刻まれており、女性が何かに襲われた痕跡だと直感した。何がここで起きたんだ。恐怖が胸を締め付ける。洞窟の奥からは何かの気配が感じられ、私たちは慎重に進んだ。突然、冷たい風が吹き抜け、私たちは立ち止まった。その瞬間、女性の声がかすかに聞こえた気がした。助けて、という声が頭の中に響いた。聞こえた。娘が私を見つめる。うなずくしかなかった。声のする方へ向かって進むと、そこにはさらに深い闇が広がっていた。行こう。娘の決意に満ちた声に押され、私たちはその闇の中へと足を踏み入れた。その先には、失踪した女性の真実が待っているのだろう。私たちは恐怖を乗り越え、彼女の魂を救うために進んでいった。洞窟を後にした私たちは、家に戻り、見つけた遺留品を確認することにした。夢に出てきた場所が現実に存在し、そこに失踪した女性の手がかりがあったことに驚きを隠せなかった。娘は再びドライブレコーダーの映像を確認することを提案したが、何度見ても同じ結果だった。その夜、私は再び夢を見た。夢の中で失踪した女性が現れ、助けを求めていた。彼女の姿ははっきりとしており、彼女が指し示す場所があった。それは古びた日記だった。夢から目覚めた私は、娘と一緒に日記の創作を始めることにした。翌日、娘と共に地元の図書館を訪れ、失踪事件に関する資料を調べ始めた。古い新聞記事や記録を読み解くと、いくつかの失踪事件が同じ時期に発生していることが分かった。すべての事件はあの洞窟周辺で起きており、失踪した女性が何か重大な秘密を握っていることを示唆していた。これがその日記かもしれない。娘が見つけた古い本には、失踪した女性の名前が記されていた。ページをめくると、彼女が何者かに追われていたことが記されており、その内容は不気味で恐ろしいものだった。夜、家に戻ると、玄関先に奇妙な足跡が残されていた。それは明らかに人間のものではなかった。恐怖が再び胸を締め付ける。私たちは何か大きな陰謀に巻き込まれているのかもしれないと感じた。日記の内容をさらに調べると、洞窟の奥に秘密の部屋があることが分かった。その部屋には、失踪した女性が最後に見たものが残されているらしい。私たちは再び洞窟を訪れ、その部屋を見つける決意をした。次の日、準備を整え、再び洞窟へ向かった。心の中には不安と恐怖が渦巻いていたが、真実を突き止めるために進むしかなかった。洞窟の奥深くに進むと、そこには日記に記されていた秘密の部屋が現れた。部屋の中には、失踪した女性の遺留品がいくつか残されていた。その中には彼女が描いた地図や手記が含まれており、彼女が何か大きな陰謀に巻き込まれていたことが明らかになった。私たちはその証拠を手にし、真実を明らかにするために帰路に着いた。洞窟の奥深くに進んでいくと、秘密の部屋が現れた。壁には古い絵や記録が残されており、失踪した女性の過去が描かれていた。
私たちは手に汗握りながら彼女が描いた地図と手記を手にした。ここに何かがあるはずだ。娘が指さした場所には小さな隠し扉があった。扉を開けると薄暗い部屋に光が差し込んだ。そこには古びた机と椅子が置かれ、机の上には一冊の日記が置かれていた。これは、娘が日記を手に取り、ページをめくると失踪した女性の最後の日々が綴られていた。彼女は何者かに追われ、命の危険にさらされていたことが記されていた。そして彼女が最後に見た恐ろしい光景が詳細に描かれていた。これが彼女の見たものか。私たちは日記を読み進め、彼女が見たものが現実ではなく異世界の存在であることを理解した。その存在が彼女を追い詰め、最終的に消し去ったのだ。その時、部屋の中で冷たい風が吹き抜け、不気味な気配が漂った。ここを出よ娘の言葉に同意し、急いで洞窟を後にした。車に戻ると、心臓がドキドキと高鳴り、冷や汗が背中を伝った。家に帰る途中、娘がふとつぶやいた。う。もしかして、私たちも見られているのかもしれない。その言葉に背筋が凍りついた。洞窟で見たものが私たちを追いかけているのではないかという恐怖が胸に広がった。もう一度確認しよ娘の提案にドライブレコーダーの映像を再生すると、そこには何も映っていなかった。しかし私たちは確かに感じた。あの不気味な存在が私たちのすぐそばにいることを。真実を追求するために私たちは再び洞窟を訪れる決意を固めた。失踪した女性の魂を救い、彼女が見たい世界の存在を暴くために、恐怖を乗り越え、真実を突き止めるために。洞窟から戻り、私たちは再び日記を読み解きながら、失踪した女性の過去を探ることにした。彼女が見たい世界の存在とその恐怖は、私たちの現実にも影響を及ぼしていることを感じた。父としての使命感と娘を守りたいという気持ちが入り混じり、私は再び洞窟へ戻る決意を固めた。翌日、娘と共に洞窟へ向かった。薄暗い空の下、森の中を進むと、冷たい風が吹き抜け、何かの気配を感じた。洞窟に入ると、再び異様な静けさが私たちを包み込んだ。う。ここだ。娘が指さした先には、以前見つけた隠し扉があった。扉を開けると、部屋の奥に古い鏡が置かれていた。鏡は埃にまみれていたが、私たちが近づくと不気味な光を放ち始めた。この鏡が、娘の声が震えていた。鏡の中には失踪した女性の姿が映し出されていた。彼女は助けを求めるような目でこちらを見つめていた。その瞬間、鏡の中の風景が変わり、異世界の恐怖が私たちの前に広がった。助けるためにはこれを壊さないと。私たちは理解した。鏡が異世界と現実をつなぐゲートであり、これを破壊することで彼女の魂を解放できることを。恐怖を抑え、私は全力で鏡を叩き割った。鏡が割れると同時に洞窟全体が揺れ始めた。異世界の恐怖が消え去り、失踪した女性の魂が解放されたのを感じた。彼女の悲しみと恐怖はようやく終わりを迎えたのだ。家に戻ると、私たちは静かな安心感に包まれた。彼女の魂を救い、異世界の存在を消し去ったことに安堵した。私たちの冒険は終わりを迎えたが、その恐怖と勇気は心に深く刻まれたままだった。首なし地蔵の謎。
夏休みを利用して一人旅に出た私は、計画を立てずに自由に歩き回っていた。ある日、山道で道に迷い、日はどんどん暮れていった。天気も悪化し始め、霧が立ち込める中で進むのは一層困難だった。途方に暮れていると、ふと目の前に小さな古びたお堂が現れた。軒下で雨宿りをしながら一夜を過ごすことにした。夜中、ザザザという音で目が覚めた。辺りを見回したが、何も見えない。風の音かと思い、再び眠りにつこうとした。しかし、同じ音が再び聞こえ、今度は恐怖を感じた。寒気が背筋を走り、心臓の鼓動が早まる。それでも疲れ切っていた私は、無理やり目を閉じて眠りについた。翌朝、日の光で目が覚めると、子供の声が聞こえた。不思議に思いながら起き上がると、驚くべき光景が目の前に広がっていた。お堂の周りには地蔵が並んでいたが、そのすべての首がきれいに切り取られていた。ゾッとするような光景に、私は一瞬で目が覚め、背中に冷たい汗が流れた。恐怖に駆られながら、その場を離れようとした。足早に山を降りながら、心の中で何度もその光景を思い返していた。あの首なし地蔵は何だったのか、あのお堂で一体何が起こったのか。考えるほどに恐怖が増し、早く町に戻りたい一心で歩き続けた。町に着くと、友人に話しても信じてもらえず、自分が見たものが現実か幻覚かわからなくなった。それでも、心のどこかで確信があった。あのお堂で見たものは、確かに現実の出来事だったのだ。私はそれを証明するために、再びあの場所を訪れる決意を固めた。日常に戻った私は、あのお堂と首なし地蔵の光景が頭から離れなかった。友人に話しても信じてもらえず、逆に怖がらせたと思われてしまった。しかし、どうしてもあの出来事を無視することはできなかった。数日後、ふとした思いつきで Google マップを開き、あのお堂の場所を確認してみることにした。すると驚くことに、確かにその場所が存在していた。心の中で現実が確認された瞬間、恐怖と興奮が入り混じった感情が湧き上がった。私は真実を確かめるために、再びあの場所を訪れることにした。準備を整え、再び山道を進んだ。日中の明るい時間帯にもかかわらず、薄暗く不気味な雰囲気は変わらなかった。あの夜と同じ道をたどり、お堂にたどり着くと、再び異様な静けさが周囲を包み込んでいた。地蔵の首は戻っておらず、まるで時間が止まったかのような空気が漂っていた。恐怖を抑えながら、お堂の中を調べてみることにした。古びた木の扉を開けると、中は予想以上に荒れていた。埃が積もり、朽ち果てた家具が散乱している。目を凝らしてみると、隅に何かが光っているのを見つけた。近づいてみると、それは古びた日記だった。日記を開くと、かつてこの場所で何が起こったのかが詳細に記されていた。地元の人々が信じる伝説や不吉な出来事が綴られており、地蔵の首が切り取られる理由もそこに書かれていた。読み進めるうちに、背筋が凍りつくような恐怖が私を襲った。日記には、地蔵の首が切り取られると、その魂が迷い込むという記述があった。さらに、夜になると地蔵が動き出すということも書かれていた。私はその夜をお堂で過ごす決心をした。恐怖を感じながらも、真実を確かめるためには避けられない決断だった。夜が訪れると、再び、ザザザという音が聞こえ始めた。恐怖に震えながらも、音の方向を確かめるために目を凝らした。すると、地蔵が少しずつ動いているのを目撃した。まさかと思いながらも、日記に書かれた通りの現象が目の前で起こっていた。
地蔵たちは首を探しているかのように動いていた。その光景を見た私は、恐怖に駆られながらもカメラで記録を残すことにした。誰にも信じてもらえないなら、証拠を残すしかないと思ったからだ。手が震える中、なんとか撮影を続けた。地蔵たちの動きはまるで生きているかのように滑らかで、恐ろしくも神秘的だった。夜が更けるにつれ、地蔵たちの動きは次第に激しくなり、やがて狂乱のような様相を呈した。私は恐怖のあまり声も出せず、ただその光景を見守るしかなかった。地蔵たちが元の位置に戻ると、夜が明けるのを待つだけだった。朝日が差し込み始めると、地蔵たちは再び静止し、動きを止めた。私は恐怖と興奮で眠れぬまま、町に戻った。地蔵の謎とお堂の出来事は現実だと確信したが、帰宅後に Google マップで確認すると、その場所は消えていた。あの日以来、日常に戻った私は、お堂の出来事を何度も思い返していた。恐ろしい光景が現実だったのか夢だったのか、頭の中で整理しようとしたが、心の中では確信があった。友人に話しても信じてもらえず、孤独なまま日々を過ごしていた。ある日、再び Google マップを確認すると、お堂の場所は完全に削除されていた。まるで最初から存在しなかったかのように消え去ったのだ。しかし、私の記憶には鮮明に刻まれていた。消える前に撮影した写真や動画も、なぜか全て消えてしまっていた。数週間後、もう一度その場所を訪れる決意をした。確認しない限り、この出来事を終わらせることはできないと思ったからだ。再び山道を進み、お堂があった場所にたどり着いたが、そこには何もなかった。まるで最初から存在しなかったかのように、跡形もなく消えていた。地蔵の首もすべて消え失せていた。私はその場所に立ち尽くし、あの日の出来事を思い返した。不気味な現象が起こった場所は、もう二度と訪れることができないが、私の心には深い傷跡を残した。帰宅後、再び日記を読み返し、お堂で起こったことを整理しようと試みた。地蔵の首が切り取られる理由、夜な夜な動き出す地蔵たち、そして不気味な音、すべてが謎のままだったが、私はその出来事を心の中で永遠に忘れることはないだろう。不思議で恐ろしい一人旅は、私にとって一生忘れられない記憶となった。現実と幻想の境界が曖昧になる中で、私の心には深い恐怖とともに理解しがたい謎が残った。これが私の一人旅の終わりであり、始まりでもあったのだ。影の潜む場所。夏休みの暑い日差しが降り注ぐ中、仕事を終えた私は昔の友人と再会するため、馴染みのカフェへ向かっていた。30歳になった今でも、あの夏の出来事が頭を離れない。小学校6年生の頃、遊ぶ場所が少なくなった私たちは、カードゲームで過ごすことが多かった。友人の A が無双している最中、C が突然、探検に行こうぜ。と言い出した。A は、町外れの使われていない下水道に行くことに反対したが、C はその場所に行くことを決めた。噂によると、その下水道は地元の子供たちの間で、近づいてはいけない場所、として知られており、興味を持った私たちは、その下水道に向かうことにした。大人になった今でも、あの時の興奮と不安を思い出す。暗くて狭い下水道に足を踏み入れた時のことを鮮明に覚えている。友人たちと一緒に、薄暗い通路を進むと、奇妙な音や影が現れ、私たちは恐怖を感じ始めた。
奥へ進むにつれて不気味な雰囲気が増していった。覚えてるか、あの探検。友人が遠くを見つめるような目つきで尋ねる。私は微妙な笑顔を返しながら心の中であの時の恐怖を振り返っていた。あの夏の日々が私たちの心にどれだけ深く刻まれているかを実感する。あの日、私たちはカードゲームを切り上げて C の提案に乗ることにした。町外れの使われていない下水道に向かうため、自転車に乗って集合場所に集まった。A はまだ反対していたが、好奇心が勝り、結局はついてくることに。下水道の入り口に到着すると、そこは思っていた以上に不気味だった。錆びついた鉄の格子戸があり、薄暗い内部が見える。少しのためらいを感じながらも、私たちは格子戸を開け、中へと足を踏み入れた。内部はひんやりとしていて、湿った空気が漂っていた。懐中電灯の光を頼りに、狭い通路を進んでいくと、足音が響き渡る。途中、C が、見て、こと言って指さした先には、古い落書きやゴミが散らばっていた。明らかに誰かがここに来たことがある証拠だ。奥へ進むにつれて、奇妙な音が聞こえ始めた。水滴が落ちる音や、風が通り抜ける音が混じり合い、薄気味悪い雰囲気が漂う。突然、A が、何かいる。と叫び声を上げた。驚いて振り返ると、影が一瞬通り過ぎたのが見えた。大丈夫。きっと風だよ。と言い聞かせながら、私たちはさらに奥へ進んだ。しかし、心臓の鼓動は早まり、緊張が高まっていった。C が先頭に立ち、進む方向を示していたが、進むごとに道は狭く、暗くなっていった。ある時、私たちは大きな空間に出た。そこには古びたパイプや機械が無造作に置かれており、異様な光景だった。突然、奇妙な音が大きくなり、全員がその場に立ち尽くした。音の正体が何なのかを確認しようとするが、暗闇が深く、見通しが悪かった。もう帰ろうよ。と A が弱気な声で言ったが、C はまだ進むつもりだった。しかし、その時、再び影が現れ、全員がパニックに陥った。逃げろ。という叫び声とともに、私たちは一斉に来た道を引き返した。出口に向かって走る中、何度も後ろを振り返ったが、影は見えなくなっていた。やっとのことで外に出ると、恐怖のあまり私たちは声を出せずに座り込んだ。恐怖から解放された安堵感が全身に広がり、心臓の鼓動が少しずつ落ち着いていくのを感じた。息を整えながら、私たちは再び自転車に乗り、それぞれの家へと向かった。その晩、家に戻ってからも、下水道での出来事が頭から離れなかった。寝る前に、あの影の正体について電話で友人と話し合い、何か生き物が住んでいるのかもしれないと仮説を立てた。それでも、あの場所が本当に危険であることを実感した。次の日、私たちは昨日の出来事について話し合った。恐怖に駆られて逃げ出したものの、影の正体を突き止めたいという気持ちが強くなっていた。特に C は、昨日見たものを確認しないと気が済まない。と強く主張した。A は反対していたが、最終的には好奇心に負けて同行することにした。もう一度、町外れの使われていない下水道に向かうと、再びあの異様な雰囲気が漂っていた。勇気を振り絞って中に入ると、
昨日の探検の続きをすることにした。懐中電灯の光を頼りに慎重に進んでいく。奥へ進むにつれて昨日の影の正体を確かめたいという気持ちが強くなっていた。再び奇妙な音が聞こえ始め、緊張が高まった。突然、C が、見て、これ。と叫び声を上げた。振り返ると、壁に古びた扉があり、その扉の向こうに何かが潜んでいるような気配がした。扉を開けると、そこには小さな部屋が広がっていた。部屋の中には、古い書類や道具が散乱しており、まるで誰かが急いで去ったかのようだった。部屋を調べる中で、私たちはさらに奥へ進むことを決意した。道はますます狭く、暗くなり、足元も不安定になっていった。突然、再び影が現れ、全員がその場に立ち尽くした。今度こそ正体を突き止めるぞ。と C が言い、私たちは影を追いかけることにした。影を追いかけて進むと、突然、機械の影から何かが飛び出してきた。私たちは驚いて後退し、パニックに陥った。何が起こったのかわからないまま、恐怖に駆られて再び逃げ出すことにした。急いで元の道を引き返し、出口に向かって走り続けた。全員が肩で息をしていた。やっとの思いで外に出て、互いに無事を確認し、心からの安堵が広がったが、誰もその場を離れようとしなかった。少しの間、黙ったままその場に立ち尽くし、やがて無言のまま自転車に乗り込み、家路に着いた。数日後、再び町外れの使われていない下水道に向かうことを決意した。恐怖を乗り越えて影の正体を突き止めたいという気持ちが、私たちの中で強まっていた。再び入り口に立つと、心臓が高鳴り、冷や汗が流れた。暗闇の中へ足を踏み入れ、懐中電灯の光を頼りに慎重に進んでいった。昨日と同じ奇妙な音が聞こえ始め、緊張が高まった。再び部屋に入り、さらに奥へ進むことを決意した。道はますます狭く、暗くなり、足元も不安定になっていった。突然、目の前に影が現れた。全員がその場に立ち尽くし、恐怖が一気に広がった。逃げろ。という叫び声とともに、私たちは全力で元の道を引き返した。足音が響き渡り、後ろを振り返る余裕もなく、ひたすら走り続けた。外に出た瞬間、私たちは顔を見合わせて大きく息をついた。影の正体は結局わからなかったが、無事に外に出られたことに安堵した。今度こそ、この場所に二度と戻るまいと心に誓い、家へと向かう道を歩み始めた。数週間後、この下水道で昔、行方不明者が多く出て、そのまま未解決事件となっていることを知った。それを聞いた瞬間、背筋が凍りつき、あの場所の恐怖が再び蘇った。私たちは改めて、あの場所が本当に危険であることを実感したのだ。あの時の恐怖は忘れられない。今思えば、無事に戻ってこられたことは奇跡かもしれない。大人になった今でも、あの経験が心に深く刻まれている。私たちは二度とあの場所に近づかないことを誓った。時が経ち、私は30歳になった。仕事を終えて友人と再会したカフェで、再びあの夏の日々が話題に上った。昔の友人たちと語り合いながら、あの恐ろしい体験を振り返る。あの日、私たちは町外れの使われていない下水道に足を踏み入れた。暗く狭い通路を進み、奇妙な音や影に怯えた。
そして最終的に恐怖に駆られて逃げ出した。大人になった今でも、あの体験が心に深く刻まれている。私たちは二度とあの場所に近づかないことを誓い、現在の生活を大切にすることを決意した。あの冒険が、私たちに教えてくれたものは多かった。そして、現在の私にとっては大切な教訓となっている。鏡の中の叫び。優香は仕事から帰宅し、久しぶりに自宅のアトリエで絵を整理していた。彼女の手に触れたのは、祖母から譲り受けた古い鏡だった。鏡の木製の枠は金色の模様が施されており、時の経過で少し色あせている。優香は子供の頃、この鏡に映る自分の姿を見つめると、まるで別の世界が広がっているように感じていたことを思い出した。懐かしい。とつぶやきながら、優香は鏡をじっと見つめた。その瞬間、鏡の中に何か不思議な影がちらついた気がした。彼女は首をかしげながら、もう一度鏡を見直したが、影は消えていた。優香は少しの不安を抱えつつ、絵の整理を続けた。その夜、ベッドに入った優香は、鏡の影のことを思い出していた。子供の頃、祖母の家で見た不思議な光景が次々と頭に浮かぶ。やがて、疲れた彼女は深い眠りに落ちた。次の日、優香は朝の光を浴びながら鏡の前に立った。再び鏡の中に影が現れた。今度ははっきりと見え、影はまるで彼女に何かを伝えようとしているかのようだった。優香は心の中で、これは一体。とつぶやき、鏡の中の影をじっと見つめ続けた。不安と興味が入り混じる中、優香はその影に引き寄せられるように鏡に手を伸ばした。すると、鏡の表面が波打ち、優香はその中に吸い込まれるような感覚を覚えた。目の前の世界がゆっくりと変わり始め、彼女は鏡の中の異世界に足を踏み入れることになった。優香は、目の前の鏡の中に吸い込まれるような感覚を覚えながら、異世界に足を踏み入れた。鏡の表面が波打ち、現実とは異なる風景が広がった。目を開けると、そこは薄暗く不気味な雰囲気の漂う場所だった。古びた建物や木々が立ち並び、まるで時間が止まったかのようだった。ここは、どこ？優香は周囲を見回しながらつぶやいた。目の前には、彼女が幼い頃に見た光景が広がっていた。祖母の家の庭に似ているが、どこか異質な空気が漂っている。優香は足を進めると、遠くからかすかな声が聞こえてきた。耳を澄ますと、それは誰かの助けを求める叫び声だった。声に導かれるように進むと、古びた家の前にたどり着いた。その家は、優香が子供の頃に遊んだ祖母の家によく似ていたが、どこか朽ち果てた印象を与えた。優香はドアを開け、中に入ることにした。内部は薄暗く、埃が積もっており、長い間、誰も住んでいないことが分かった。おばあちゃん。優香は声の方向に向かって呼びかけた。すると、廊下の奥から光が漏れている部屋があった。ゆっくりとその部屋に近づき、ドアを開けると、中には古い家具や写真が置かれていた。部屋の中央には、優香が見たことのある古い鏡があった。鏡の前に立つと、再び影が現れた。今回ははっきりとした人影で、その姿は優香に向かって手を伸ばしていた。恐怖と興奮が入り混じる中、優香はその影に手を伸ばした。
すると、影は急に消え去り、部屋には静寂が戻った。一体、これは、優香は鏡をじっと見つめながら考え込んだ。過去の記憶と現実が交錯する中、彼女はこの鏡が何か重要な秘密を持っていることを確信した。そして、鏡の中の異世界と現実の間にある謎を解き明かすための旅が始まるのだった。優香は鏡の前に立ちながら、影の正体を解き明かすために手がかりを探し始めた。部屋の中を調べると、古い日記帳が見つかった。日記帳には祖母の筆跡で、奇妙な出来事や夢のような体験が詳細に記されていた。この日記が手がかりになるかもしれない。優香は日記を手に取り、部屋の隅で読み始めた。日記には、祖母が鏡にまつわる不思議な体験をしたことが書かれていた。ある日、鏡の中に囚われた魂が祖母に助けを求めているという夢を見たという。その魂は、鏡の中で永遠にさまよっていると語り、解放されることを願っていた。鏡の中に囚われた魂。優香は日記を読み進めるうちに、祖母がその魂を解放するために試みた儀式についても書かれていることに気づいた。しかし、儀式は途中で中断され、成功しなかったようだ。その瞬間、再び鏡の中に影が現れ、優香に向かって手を伸ばした。恐怖と興味が交錯する中、優香は決心した。私はこの謎を解き明かし、鏡の中の魂を解放しなければならない。そう思い立ち、彼女は日記に記された儀式の手順を実行する準備を始めた。儀式の準備を整えた優香は、鏡の前に立ち、日記に書かれている通りに呪文を唱え始めた。部屋の空気が重くなり、鏡の表面が再び波打ち始めた。その時、鏡の中から声が響いた。助けて。ここから出して。その声は、かつて祖母が聞いたという囚われた魂の声だった。優香は恐怖に震えながらも、儀式を続けた。鏡の中の世界がゆっくりと変わり始め、魂が解放される兆しが見えた。しかし、その過程で何かが間違ったのか、鏡の中の世界は突然混沌とし、優香は強い光に包まれた。気がつくと、彼女は現実の世界に戻っていたが、鏡の中の魂はまだ完全に解放されていなかった。何が足りないんだろう。優香は儀式が失敗した原因を探るため、再び日記を読み返し、祖母が残した他の手がかりを探し始めた。儀式の失敗に動揺した優香は、日記を読み返しながら、祖母の家の中を再び調査することにした。部屋の隅に隠された小さな箱を見つけると、その中には古い写真や手紙が入っていた。手紙には、祖母が鏡に囚われた魂を解放する方法を見つけるために行った研究の記録が書かれていた。手紙によれば、鏡の中の魂を完全に解放するためには、過去の記憶と向き合い、未解決の問題を解消する必要があるという。優香は祖母との思い出が詰まった場所を訪れ、過去の出来事と向き合う決意を固めた。祖母の家の庭に出ると、優香は昔の記憶が鮮明に蘇ってきた。そこで彼女は、祖母との最後の会話を思い出した。祖母は優香に、鏡はただのものではなく、私たちの心を映し出すものだ。と語っていた。優香はこの言葉の意味を深く考え、祖母の魂が未解決の問題に縛られていることを悟った。その夜、優香は再び鏡の前に立ち、日記と手紙に記された手順に従って、もう一度儀式を行う決意をした。彼女は心を落ち着け、
祖母との思い出を思い返しながら、静かに呪文を唱え始めた。鏡の表面が再び波打ち、異世界が姿を現した。優香は鏡の中に足を踏み入れ、祖母の魂を解放するための最後の試練に挑んだ。異世界の中で、祖母の姿が現れ、優香に向かって微笑んだ。祖母は、ありがとう、優香。あなたのおかげで、私はようやく自由になれる。と言い、優香には彼を告げた。光が溢れ、優香は現実の世界に戻った。鏡の中の異世界は消え去り、鏡は静かに佇んでいた。優香は深い安堵感を覚え、祖母の魂が解放されたことを確信した。彼女は鏡を見つめながら、過去の出来事と向き合い、心の中の闇を解放することができた。数日後、優香は自宅のアトリエで再び絵を描いていた。祖母の魂を解放したことで、心の中にあった重荷が取れ、気持ちが軽くなっていた。鏡は静かに部屋の隅に置かれ、もう何の不思議な影も映し出さない。優香は新たな作品に取り組みながら、過去の出来事を思い返した。その夜、優香は友人たちと久しぶりに集まり、カフェで会話を楽しんでいた。彼女は祖母との思い出や、鏡にまつわる不思議な体験を話すと、友人たちは興味深く聞いていた。そんなことがあったなんて、信じられない。でも、優香がその経験を通じて成長したことは確かだね。と友人の一人が言った。優香は微笑みながらうなずいた。本当にそうだね。あの鏡は、ただのものではなく、私たちの心を映し出すものだったんだと思う。と彼女は静かに答えた。友人たちはその言葉に深くうなずき、過去の出来事に思いを馳せた。カフェを後にし、優香は夜の街を歩きながら、これからの新しいスタートに向けて決意を新たにした。祖母の教えを胸に、自分の道を歩んでいくことを誓った。そして、心の中に宿る新たな希望とともに、優香は前を向いて歩き続けた。過去と向き合い、自らの内なる闇を解放する旅を終えた彼女は、新たな未来へと進んでいく。眼帯の下の秘密。中学生だった頃、クラスで都市伝説や怖い話が流行っていた。特にエイちゃんの話が人気で、彼女の語る、この世のものではない人の見分け方はみんなの興味を引いていた。ある日、エイちゃんは通学路で不思議な人物に気づき、その人物が眼帯をしていることに気づく。彼の眼帯の下に隠された秘密を見てしまったエイちゃんは、それが、この世のものではない、ことを直感した。エイちゃんはその恐ろしい体験をクラスメートに話し始めたが、徐々に彼女の様子がおかしくなり、クラスの集まりにも参加しなくなった。心配になった私はエイちゃんに最近どうしているのか尋ねると、エイちゃんの返事は冷たく意味不明なものだった。その後、エイちゃんは突然転校してしまい、連絡も途絶えた。クラスメートの間では様々な噂が飛び交ったが、私はエイちゃんの言った、眼帯の下の秘密がずっと心に引っかかっていた。エイちゃんが突然転校した日のことを今でも覚えている。彼女が通学路で見かけた不思議な人物の話をしてから、彼女の様子は明らかに変わっていた。彼女は次第にクラスの集まりにも参加しなくなり、いつも一人でいるようになった。心配になった私は、ある日エイちゃんに話しかけた。
最近どうしてるの？私は優しく尋ねたが、彼女の返事は冷たく意味不明だった。あの眼帯の下にあるものを見たのはもう、あの人は私を見ている。その言葉に背筋が凍りついた。Aちゃんの目はうつろで、どこか遠くを見つめていた。その後、Aちゃんが突然転校することになり、連絡も取れなくなった。クラスメートの間では、Aちゃんが交通事故に遭ったとか、病気で入院したとか、様々な噂が飛び交った。だが、私の心には彼女の言葉と眼帯の下の秘密が深く残っていた。何度もその言葉を思い返しながら、私は次第に彼女の話が本当に恐ろしいものだと感じ始めた。Aちゃんの言葉には何か現実とは思えないほどの重みがあり、それが私の胸に突き刺さって離れなかった。ある日、放課後に友達と話していると、ショッピングモールに行く話が持ち上がった。みんなで行くことになり、私は少し不安を感じながらもその場所に向かうことにした。Aちゃんが話していた通学路とショッピングモールの間の横断歩道のことが頭から離れなかった。ショッピングモールに到着すると、友達と一緒に買い物や食事を楽しんだが、私の心の中には A ちゃんの話がずっと引っかかっていた。モールの中を歩き回っていると、ふと A ちゃんが話していた横断歩道の場所が頭に浮かんだ。行ってみようか、と友達に提案し、その場所に向かうことにした。横断歩道にたどり着くと、周囲の雰囲気が変わり、妙に静かに感じた。通行人が行き交う中で、A ちゃんが話していた不思議な人物が立っているのが見えた。眼帯をしていて、他の人々とは異なる不気味なオーラを放っていた。心臓が高鳴り、全身が冷たくなったが、私はその人物の眼帯の下に何があるのかを確かめたいという衝動に駆られた。恐怖に駆られながらも好奇心に負けて、その人物に近づき、視線を合わせようとした。眼帯の下を覗くと、そこには果てしない黒い闇が広がっていた。その闇は私を引き込むような力を持っていて、瞬間的に視界が暗くなった。なんだこれは。私は震えながら後ずさりし、友達が心配そうに駆け寄ってきた。大丈夫。友達の声で我に返り、なんとかうなずいたが、心の中には恐怖が渦巻いていた。A ちゃんの言っていた、眼帯の下の秘密が本当に存在することを確信し、同時にその恐ろしさを再認識した。横断歩道で不気味な人物を見た後、私は心の中で恐怖と疑問が渦巻いていた。その夜、家に帰ってからもその光景が頭から離れなかった。A ちゃんの言っていた、眼帯の下の秘密が本当に存在することを確信し、同時にその恐ろしさを再認識した。翌日、学校でクラスメートと話をしていると、A ちゃんの転校後の噂が再び話題に上がった。A ちゃんが話していたことが現実に起こっていると感じた私は、誰にも言えない不安を抱えながら日々を過ごしていた。友達に打ち明けたい気持ちはあったが、信じてもらえないかもしれないという恐れがあった。ある日、放課後に図書室で本を読んでいると、都市伝説や怪談のコーナーで A ちゃんが話していた内容に似た記述を見つけた。その本には、この世のものではない存在と出会った場合の対処法が書かれていた。それによると、眼帯や包帯で隠された部分に宿る闇は、人の心に恐怖を植え付け、その魂を引き込む力があるという。私はこの情報をもとに、A ちゃんが体験したことの真相を解明しようと決意した。放課後、
友達数人に協力を頼み、再びあの横断歩道に向かった。全員で注意深く周囲を観察していると、再びあの不気味な人物が現れた。今度は全員がその人物の異様なオーラを感じ、警戒しながら近づいた。勇気を振り絞り、私はその人物の眼帯の下をもう一度見ようとした。友達がサポートしてくれたおかげで、なんとかその人物の正体を見破ることができた。眼帯の下に広がる果てしない闇が、私たちに何かを訴えかけているようだった。その瞬間、私たちは全員でその場から逃げ出し、無事に戻ることができた。私たちは無事に戻ることができたが、心には深い恐怖と疑問が残った。A ちゃんの言っていたことが現実だったことを確認し、その恐ろしさを再認識した。眼帯の下の闇は、この世のものではない存在を感じさせ、私たちの心に恐怖を植え付けていた。その後、私は友達と共にこの体験を共有し、お互いに支え合いながら日常生活に戻った。しかし、時折この世のものではない存在を見かけるたびに、A ちゃんの話を思い出し、心に警戒心を持ちながら生きることを決意した。数年後、私は高校生になり、都市伝説や怪談に対する興味は変わらなかったが、同時にそれらに対する恐れも抱いていた。A ちゃんのことを時折思い出しながら、彼女が教えてくれた眼帯の下の秘密を胸に刻み、これからも生きていくのだと心に誓った。